配したコミュニティに残るボスのような夏からこんにちは。何ですかそのいきなりわかりにくい例え。健全な市場にはある程度の人の流れが必要。新しい流れを受け入れない市場はいずれ衰退するのよ。この夏もいつまで経っても秋を受け入れようとしないわ。いきなりわかりにくい話をしないでくださいよ。人に話をするときはわかりやすく話してください。それくらい私だってできますよ。市場というのはコミュニケーションがあって成り立つものだから、特に遠回りな言い回しには注意する必要があるわ。あんたいいファッションしてはりますな。いろんなところから怒られるからやめなさい。つまり素晴らしい服装ってことよ。遠回りな言い方なんてしてないわ。ここで私からいいことを教えてあげましょう。何ですかいきなり。遠回りな言い方というのは誤解を生む原因になりやすいわ。そういう表現が苦手な人だっているの。だから遠回りな言い方をするときは、言葉通りの意味で捉えられることを前提に話すのよ。市場の神様のありがたい言葉ですね。これがユニバーサルコミュニケーションよ。いやなんかそれは違う気がする。今年も新型 iPhone に虹色が出ませんでした。ということで今回も楽しくマイクラをやりましょう。多分虹色が出る可能性はかなり低いと思うわ。そんなことは忘れて作業に入りましょう。はいはい、それではですね。今回は私が建てた家の近くに村を作っていきますよ。村を拠点にするんじゃなくて拠点を村にする感じね。そのために今は木材を集めているの。村を作る場所はこの植林をしているところになるわ。でもなんですぐ近くに村があるのにここに作るの？特に理由はないわ。村を作りたいから村を作るの。目的が手段になるんだね。だから頑張って木材を集めていきましょうね。あとは木材の他に石材を集めていくわ。いよいよ建築をやっていく感じがしてきましたね。本当はクリエイトのモッドで集めることができるんだけど、ちょっとまだ準備が足りないから後で作るわ。そういえばそんなモッドありましたね。てか私を呼んだのもそのモッドをやるためとかなんとか。それはもうちょっと待ってね。今は私の話し相手になっててちょうだい。じゃあ次回やるってことにしましょう。次回はクリエイトで何か作るってことでいいですね。わかったわ、そうすることにするわ。では資材が集まったので村作りを始めていきます。やっぱり最初は道からなのね。そうよ、前に仮で置いた街灯に沿って道を作っていくわ。あっこれこのまま道として使うのね。今回作る道は幅5ブロックにして、両端を階段、内側をハーフブロックにするわ。ハーフブロックで脇つぶしですね。脇つぶしは最も重要な事項と言っても過言ではない。脇つぶしを適当にやって村が滅んだ動画をたくさん見てきたわ。動画的にはそっちの方が面白いと思うけどね。私のメンタルはそんなに強くないの。それにしっかり作った村の方が愛着が湧くはずよ。そういうもんなんですかね。だからこうやって道は安山岩の階段と石のハーフブロックで作っていくわ。まあそんなに大規模な道じゃないからすぐにできそうですね。それじゃこの道にちょっとだけ模様をつけていきますよ。模様ってどんなの？単純に市松模様にするわ。石レンガと普通の石を互い違いに並べていきます。とりあえず迷ったら市松模様ね。本当はカラフルなコンクリートを使いたいけど、残念ながらコンクリートのハーフブロックが存在しないから石で我慢するわ。マイクラでコンクリートが加工できるのはいつになるんでしょうか。てかそれこそモッドでなんとかできないんですかね。それも考えたけど、穴掘り大好きな方が言うには最初はバニラに近い方がいいみたい。金色のシャベルとツルハシを持ってる方ですか？そうね、あんな道具を持ってるくらいなんだからきっとマイクラに詳しいはずよ。道ができたので次は建物を作っていくわ。そのために集めた木材がこちらです。ラージチェスト1個分も集めたの？そうよ。オーク、白樺、頭皮、ダークオークをこれだけ集めたわ。あとはジャングルの原木もね。こんなに集めるってことはそれだけ大きな村にするんですか？そんなことしてたら来年の iPhone が出てしまうわ。建物は5、6個くらいだけ建てるわ。じゃあ村自体の規模は小さめにするのね。小さい村をあちこちに建てることが私の計画よ。名前の通りちまちん。それじゃあ建築の様子はリプレイモッド映像で。建物は小さめに作っていくのね。マイクラの村の建物ってそんなに大きくないからね。目指すのはコンパクトしていいよ。私は大規模な街の方がロマンあると思いますよ。そんなことしてたらとんでもない時間がかかってしまうわ。なるべく早くするために建築は真似します。オリジナルの建築ではないってことですか？今回導入してる村拡張モッドの建築を参考にするのです。つまりパクるってことですね。ちまたんにとってそれはとても優れた判断ね。急に翻訳アプリみたいな言い方しないでよ。そんなこと言ってる間にもう建物が形になってきたわね。ここからは細かい装飾の時間よ。村人の皆さんこんにちは。これから取引の時間ですよ。またエメラルド稼ぎでもするんですか？今回は違うわよ。資材を村人との取引で調達するの。棒を打って集めたエメラルドを使ってね。そういえばこんなに集めましたね。ってことで司書さんからガラスを買います。窓に使うガラスですか？自分で砂を集めて焼くのは面倒なので、こうやって取引で集めていくの。砂漠があればたくさん集められるけどまだ見つけられてないですからね。他にもランタンや本棚も使えるから司書って仕事できるわ。逆に仕事ができない村人って、緑の服を着た人かしらね。やっぱそうなるのね。少子化対策の仕事ができるだけまだいいかもしれないわ。さあ戻ってきたので窓を取り付けていきますよ。窓は白の板ガラスにするんだね。
通のガラスと違って枠線が目立たないからこっちがいいのよ。設定で普通のガラスの枠線も消せませんでしたっけ？設定というかモッドで対応できるけどなるべくそこはデフォルトがいいわ。そうなんですか。最後にドアを取り付けて最低限住める家の完成よ。こんな感じで家を仕上げていくんですね。待ってここにガラス入れるの忘れてた。これで OK。ちょっと修正して窓の上の部分は頭皮の階段ブロックにするわ。色にちょっとした変化をつけていくんですね。そうよ、できるだけ一色になるのは避けていくの。さすが色に詳しい神様ね。色のことなら何でも聞いてちょうだい。ではなんでそんな服装をし、お次は玄関に手を加えていきましょう。階段を取り付けて家に入れるようにするんですね。こうやってちょっと階段をつけるだけで一気に家っぽくなるでしょ。この家にはテラスがあるから柵を設置していくわ。まずはここに階段から。道路の角にあるから2つの方向から出入りできるようにしましょう。だからこっちにも階段を作っていくわ。なんだかそれっぽい家になりましたね。そうでしょ。テラスには適当に置物を置いておきたいわね。あとは地面の高さが違う部分に置いた石垣に柵を設置。石垣があるとそれっぽくなるんですね。高さがある街っていいですよね。別に落ちても怪我しないけど見た目の問題。あくまで飾りってことですね。材料は何でもいいけど頭皮の気にしてみるわ。これで柵の設置は完了ですね。またこんにちは。今度は本棚を買いに来ました。家の家具として使うんですか？もちろんそうよ。あの村は秘書の村にしたいと思ってるわ。秘書専用の村ってこと？それまたなぜ？とにかくここにいる人たちを移送したいからよ。島流しされた人たちを大陸に戻してあげるんだね。いつまで島流しってことにするのさ。そして次は川の村ですか。ここには海洋学者に会いに来たわ。ちょうどいいところにいました。なんでこの人に会いに来たの？シーランタンを買って装飾に使うのよ。街灯を作るつもりですね。そういうこと。取引できるものは積極的にしていくわ。それではここからは家具を設置していきましょう。このために本棚と模様付き本棚を用意したわ。模様付き本棚って何が違うんでしたっけ？模様付きの方は本棚を崩さなくても本の取り出しができるわ。なるほどそんな違いが。単なる飾りとしての本棚と機能がある本棚の違いね。まあ私あんまり本読まないけど。じゃあどうやって情報を取り入れるんですか？もちろんスマホでしょ。もうちょっと神様としての威厳とかないの？時代に合わせて変化していかないといけないのよ。だからこの本はただの飾りとして置いておきます。さらにこんな感じで上にも本棚を設置して空間を広げていきましょう。なんとなく天井を高くするってありがちよね。それはどういうこと？おしゃれに見える建築は天井が高くて吹き抜けがあるのよ。そういうものなのかしらね。この家だって天井高いじゃないですか。まあここはね、エンチャントテーブルを置くスペースにしようとしたからよ。いつだったかエンチャントテーブルは使わないって言いませんでしたっけ？確かにそう言ったわ。だからここは完全に飾りとしてのテーブルのスペースよ。つまり実用することは考えていないということね。そんなこと言ったらこの世界のほとんどが飾りになってしまうわ。羊が1匹、羊が2匹、羊が CF 匹。16進数で数えたら眠れなくなります。眠気対策は重要よ。ところでなぜ羊を？カーペット作りのためにちょっと羊毛が必要なのでね。それで羊さんをコロコロしてるんですね。インゴみたいな言い方やめようよ。あんたに言われたくはないわ。羊はもういいので石工さんと取引しに来ました。どうもはじめまして。何を取引するんですか？私が欲しいのはこのレンガよ。レンガは装飾にも建材にもなるわ。この人めっちゃ目をそらしてる。私の素晴らしいファッションに目がくらんで村に戻ってきたので次は街灯を仕上げていきましょう。さっき買ってきたやつ、なんだっけ？シーランタンで作るんですね。そうそうシーランタンよ。前に作った時のデザインをそのまま有用するわ。あとは街灯にチェーンを取り付けて道路と家の区分けをするわ。急に現代風の街みたいになってきましたね。やっぱシーランタンは現代風の建築にうってつけだと思うのね。街灯の土台とチェーンが離れてるのが気になるけど。こればかりはしょうがないんじゃないですかね。これはこれでマイクラの雰囲気があるから OK ってことにしましょう。マイクラの世界観も大事ってことね。はい、それでは街が出来上がったので見ていきましょう。もう完成したなんて早いわね。まだベッドと食料ブロックは置いてないけどね。ゲーム的には村にはなってないということね。まあでも形にはなったので見てくださいよ。まずここが民家という設定です。お邪魔します。このチェストには建材を突っ込んでおいたわ。そして中はこんな感じ。まあまあシンプルな感じですね。まだ資材が揃ってないですからね。隣の家も似たような感じよ。左右対称にした感じですかね。まあそうよ。団地とかではよくある作りよね。左右対称って。お次の建物はこの大きな家。ここはエンチャントの家でしたっけ？そうそう。まだエンチャントテーブルがないけど内装はほとんど完成よ。上からランタンを吊るした内装ですね。結構いいでしょこういう作り。他の家に比べて本棚の数が多めになってるわ。早くテーブルを置きましょうよ。そのうちやるから大丈夫よ。余計心配になるわその言い方は。次はこの家の紹介。ここは2階建てになってるわ。なんだか暗いわ。ここもそのうちランタンを設置します。2階はベッドを置いて寝るスペースにする予定よ。ということで今回はこんな感じの街を作ってみました。結構はしょった紹介だったからまた別の機会にしっかり紹介したいですね。ここが村として機能するようになったらしましょうよ。それがいいかもしれないわね。次回はモッドの要素に手を出していきましょうね。それではさようなら。